皆さんこんにちは、作家のサリーです。今回はハンドメイドを続けていくにあたり、私がやめた5つのことについてお話しさせていただきます。まずはじめに、私はハンドメイドを始めて今年で6年になります。その中でやめたことや改善したことをお話しさせていただきます。今回ご覧いただいている動画はパーツクラブさんのパーツを使って作るアクセサリーです。はじめはワイヤーを使うことが少し難しいかもしれませんが、簡単に作れますので、ぜひ参考にしてみてくださいね。では今回のテーマに戻りたいと思います。まず1つ目は、委託店舗数を減らしました。最初はレンタルボックスから始めた委託販売ですが、徐々にカフェや雑貨店、美容室などで委託を始めさせていただき、一番多い時には7店舗で販売させていただきました。ありがたいことにどの店舗も広いスペースを用意していただき、20店から多い店舗で100店ほどの店頭在庫が必要でした。減らした理由は、全店舗を回りこなすことができず、平等に店頭在庫の納品ができなくなってしまったことです。なかなか商品の在庫を確保できず、制作も追いつかなくなってしまい、商品の棚に空きも目立つようになり、店舗も増えてせっかくスペースを設けていただいているにもかかわらず、申し訳ない気持ちでいっぱいになりました。現在は3店舗と期間限定店舗で委託販売しています。県外の期間限定委託もこれからはたくさん挑戦していきたいです。また委託店舗を減らしてからは、ミンネやクリーマなどのネット販売にも力を入れています。たくさんの店舗の中からサリーをお選びいただき、毎回感謝しております。2つ目は、対面販売のイベント出店を減らしました。これは主に私の体力の問題ですが、足の調子も悪く重いものが持てないことが一番の理由ですが、ハンドメイドを始めた当初はまだイベントも少なく、手当たり次第応募してたくさん出店していました。でも今は体力的なこともありますが、日によって売り上げもばらつき、全く売れずに泣いて帰ったこともあり、イベント出店について考える時期でもあり、思い切って減らしてみました。お客様とお話ができたり、売れ筋も分かったり、対面販売には良いことがたくさんありますが、私は年々減らしていき、今年は年間3回を今のところ予定しております。いつかは県外で対面販売のイベントに出店するのも目標の一つです。貴重な対面販売なのでとても楽しみですが、私が出店する夏のイベントは子どもたちの夏休み中や夏休み終了直後のイベントが多いので、夏休み中の制作時間をどう確保するかが毎回の課題です。今年もあっという間に夏休みになりそうなので、計画的に進めないとすぐイベント当日になりそうで怖いです。ちなみに以前は1年で10回程度対面販売をしていました。3つ目は、同じデザインの商品を大量に作るのをやめました。今までは委託先も多かったので、同じデザインで色違いなどたくさん作っていましたが、今は同じデザインで大量制作はせず、一つのデザインで制作するのはイヤリング、ピアスの1点ずつと決め、どちらかが売れたら追加制作をするよう心がけているので、1点ものも多いです。同じデザインを大量制作した時は、たくさんの在庫が手元に残ることがよくありました。毎月の収支がマイナスになることも多かったです。しかし、売れる商品の傾向を調べて商品数を絞ることにより、在庫も少なくなり、いい方向に進んでいきました。しかしこれは全ての作家さんにお勧めするものではありません。例えば作家さんによっては商品に統一感を持たせ大量制作した方が見栄えも良くなり、売り上げにつながる方もたくさんいらっしゃると思うので、いろいろ試しながら自分に合ったスタイルを見つける方がいいと思います。私の場合は不良在庫をなくし、利益をきちんと残せるようになったことで、少しずつマイナスが減っていき、ハンドメイド作家として少しずつ自信が持てるようになり、
なんとか6年目まで続けてこれました。4つ目は夜の制作や土日の制作をやめました。今までは夜の制作が中心でしたが、去年から制作を昼中心に変えました。納品に外出しない日は朝9時半から13時までは制作をして、13時20分までお昼休憩です。お昼ご飯は主人のお弁当を作るときに私の分のお弁当も作ります。休憩後は制作の続きをして、14時45分頃から子どもたちのおやつを用意して16時制作終了です。ちなみに必ず夜は12時までには寝て、朝は6時起きです。たくさん睡眠をとることによって次の日も効率よく制作ができます。また子どもたちの休みの日には家族の時間をたくさん取りたいので、繁忙期の1月から3月以外は土日制作はしていません。最後5つ目はイベントディスプレイを見直しました。昔は対面販売のイベントディスプレイをアンティーク風にこだわり、古小物などいろんな重機を揃えてディスプレイをしていました。アンティーク風の重機や棚はとても重く運ぶのが大変でした。ディスプレイにこだわりすぎて商品よりも重機が多く、かなりごちゃごちゃした時期もありました。今は改善してアンティーク風にはまだこだわっていますが、板などを多く使いシンプルを心がけてお客様に見やすいように並べています。またブローチは箱に一つずつきれいに並べて、指輪は必ずきちんと見えるように指輪の収納ケースを使いディスプレイをしています。収納ケースは今はダイソーなどで手軽に購入することができ、よくお世話になっています。いろんなタイプがあるので検索してみてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回はハンドメイド歴6年の私がやめたことや改善したことなどをお話しさせていただきました。ハンドメイド作家やこれからハンドメイドを始める方に少しでもお役に立てれば嬉しいです。これからも実践してよかったことやハンドメイドに関わることをたくさんお話しさせていただきますので、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。温かいコメントも制作の励みになりますので大歓迎です。それではまた次の動画でお会いしましょう。作家のサリーでした。